オリジナル問題からいきます。例えば、フリー Wi-Fi に接続した際、同じネットワークに接続している第三者の端末から自分の端末へ直接アクセスされてしまうリスクがあります。このリスクを防ぐためにアクセスポイント側は〇〇機能という機能がありますと書いてますね。これは穴埋め問題になっています。皆さん、何機能が入ると思いますか？この動画は IT 転職のきっかけはきっかけエージェント、エンジニアへの第一歩はスタラボ、スタイルラボ、以上2社のご協力でお送りしています。きっかけエージェントさん、スタイルラボさん、ご協力ありがとうございます。協力企業の詳細は概要欄からご覧ください。正解こちらです。はい。プライバシーセパレーター機能で大正解です。そうなんですよね。いろんな言い方があって、プライバシーセパレーターもありますし、アクセスポイントアイソレーションとか、クライアントアイソレーションとか、あとはね、隔離機能とか、ネットワーク分離機能とか、本当にいろんな言い方があるんですよ。なので、イメージしているものが一緒であればいいと思います。プライバシーセパレータ機能についてお話ししていこうと思いますが、その前にちょっと皆さんに考えてみてほしいことがあるんですけど、よくフリー Wi-Fi 利用するのって危険って言われますよね。あれってなんで危険なのか、皆さん言葉にできますか？はい。これチャット書くの大変だと思うので考えるだけでいいんですけど、意外と答えられない方もいらっしゃるんじゃないかなと思います。フリー Wi-Fi に接続する際に危険性っていくつか考えられるんですけど、危険性の一つとして同じアクセスポイントに接続している端末同士で直接通信できてしまうっていうリスクがあります。この直接通信できてしまうっていうイメージが難しい方もいらっしゃると思うので、もう少し具体的に話すと、同じアクセスポイントにつながっている端末同士で通信ができるということは、悪意を持った人があなたの端末にアクセスしてきて情報をスキャンして、弱点を探したりとか攻撃したりすることができるということなんですよね。あとは、あなたの端末で公開している共有フォルダとかあったときに第三者がアクセスしてくる、そんな可能性もあったりします。カフェとか駅のフリー Wi-Fi って誰が接続しているかわからないですよね。もしかしたら悪意のある人がいるかもしれませんし、あとは悪意がなかったとしても、マルウェアに感染してしまっている端末があったときに、自分の端末が攻撃を受けてしまう可能性があるということです。これってちょっと怖いですよね。で、今お話ししたように、同じアクセスポイントに接続している第三者の端末から自分の端末で直接アクセスされてしまうというリスクがあるので、そんなリスクを防いでくれるのが、これからお話しするプライバシーセパレーター機能ですね。プライバシーセパレーター機能をオンにすると何がいいかというと、周りの端末と通信できないような、見えない壁のような存在ができて、端末同士の直接通信をピシャリと遮断してくれる。そんな機能ですね。なので、プライバシーセパレーター機能って、同じアクセスポイントに接続している端末同士で通信できなくなる機能のことですということになっています。もちろん、各端末とアクセスポイントは通信できるので、その先に存在するインターネットとは通信することができるんですけど、端末同士ですね。端末同士は通信できなくなりますと。そんな機能になっています。なので、不特定多数が利用するフリー Wi-Fi においては、このプライバシーセパレータ機能をオンにしておくと、セキュリティ対策の一つになりますよということになっています。実際の問題はこちらですね。令和4年の秋試験です。問い17。無線 LAN のアクセスポイントが持つプライバシーセパレータ機能、別名アクセスポイントアイソレーションの説明はどれですか？あ、アクセスポイントの識別子を知っている利用者だけに機器の接続を許可する。い、同じアクセスポイントに無線で接続している機器同士の通信を禁止する。う、事前に登録された MAC アドレスを持つ機器だけに無線 LAN への接続を許可する。え、建物外への無線 LAN 電波の漏れを防ぐことによって第三者による盗聴を防止するとなっています。あ、い、う、え、どれが正解でしょうか？正解見てみましょう。正解はこちらです。はい、いで大正解ですね。
同じアクセスポイントに無線で接続している機器同士の通信を禁止する。これがアクセスポイントアイソレーション、プライバシーセパレータ機能になっています。さらっと整理しておきましょうか。プライバシーセパレータ機能は別名、アクセスポイントアイソレーションとも言われたりします。で、プライバシーセパレータ機能を使うと、端末同士の通信を遮断してくれますと。なので、利用シーンとしてはカフェとか公共 Wi-Fi とか、そういったところで使われますよということになっています。はい。で、こっから先ちょっと余談になるんですけど、今回の話聞いて、皆さんどう思ったかなと思って、ちょっとフリー Wi-Fi 使うの怖いなって思った方もいると思うんですよね。いや、怖いじゃないですか。フリー Wi-Fi。ちょっとプライバシーセパレータ機能。もしオンになってなかったら、他の端末からなんか通信されたら怖いなと思うんですよ。じゃあ、そこの喫茶店の例えば店員さんに、ここの Wi-Fi ってプライバシーセパレータ機能有効ですかって聞いたら、多分、軽減な顔されておしまいになっちゃうと思うんですよね。なので、プライバシーセパレータ機能が有効になってるかどうか、自分で調べる方法ないかなと思って、ちょっと私もいろいろ検討してみて、分かったこともあるので、ちょっとご紹介してみたいと思います。はい。プライバシーセパレータ機能が有効になってるかどうか確かめるには、自分の端末を2台接続してみて、疎通できるか確認すれば、わかるんじゃないかなと思いました。はい。すごくシンプルですよね。例えばフリー Wi-Fi でプライバシーセパレータ機能が有効になってるかどうか確認したいときは、自分の端末が2台あればですけど、例えばパソコンとスマホとかですね、を接続してみて、自分の端末間でピングを実行してみて、実行できたら、プライバシーセパレータ機能が有効になっていないということになりますよね。逆に自分の端末間で通信できなかったら、プライバシーセパレータ機能が有効になっていると判断することができると思います。私は近所の喫茶店のフリー Wi-Fi でちょっと試してみたんですけど、ちゃんとプライバシーセパレータ機能有効になってましたね。なので、大手のフリー Wi-Fi はきっとちゃんと対応してくれているのかなという印象を持っています。ちなみに皆さん同じ手順でプライバシーセパレータ機能を確認したいなと思った時には、これから伝えるポイントに十分気をつけていただきたいと思います。まずピングを行う時なんですけど、PC ってパーソナルファイアボールの初期設定で、ICMP に応答しないようになっているので、ピングの応答を返さない時がありますので、もし PC に対してピングを行う場合は、パーソナルファイアボールの設定を必ず確認するようにしておいてください。そしてもう一つが大きなポイントなんですけど、他人の端末に対してピングを打ってしまうとダメです。必ず自分の端末に対してピングを実施するようにしてください。他人の端末に疎通確認を行う行為っていうのは、攻撃とみなされる恐れもありますので、絶対に他人の PC に対してピング届くのかなとか、そういったことはやらないようにしてください。絶対自分が用意している端末ですね。に対してやるようにしましょう。で、最後にプライバシーセパレータ機能が有効だからといって安全かといえばそうでもありませんよという話をして終わりにしたいと思います。フリー Wi-Fi の場合は、端末とアクセスポイント間で暗号化されていないということもあります。その場合もちろん盗聴のリスクが発生しますよね。なのでフリー Wi-Fi を利用するときには、例えば、VPN を利用して暗号化したりですとか、あとは、個人情報を入力するようなサイトは、極力見ない方がいいんじゃないかなと思います。とはいえ、HTTPS を使っている通信先であれば、エンドツーエンドで暗号化しているので、基本的には盗聴の心配性ってないんですけれども、個人利用で利用する Wi-Fi と比べると、やはり少し心配な点もありますので、不必要に個人情報など入力しない方が安心だと思います。しっかりですね、セキュリティを意識して利用することが大事なんじゃないかなと思っておりますので、皆さんもぜひ意識してみてください。本日の動画は以上です。お疲れ様でした。IT の勉強は難しく大変なこともあると思いますが、完璧を目指さなくて大丈夫です。以前より少しだけ成長した自分を楽しんでいきましょう。そして、マサルの勉強部ではオンラインコミュニティを運営しています。オンラインコミュニティでは、Discord で会話をしながら実施するメンバー限定の勉強会、年代、業種の異なるメンバーとの交流や情報交換、
お得な割引情報やメンバー限定のオフ会など、YouTube だけでは得られない学びの機会をたくさん用意しています。オンラインコミュニティは YouTube のメンバーシップ、オンラインコミュニティに参加するプランを選択していただいて、Discord と連携すると参加できるようになります。もっと深く勉強したい、一緒に頑張る勉強仲間が欲しい、そういう方におすすめのサービスになっています。皆さんのご参加お待ちしています。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。